さあということで今週も始まりました人生1周目の寄り道ラジオ。どうもケイです。扇風機に向かってあーってする遊び、今やってもちょっと面白い。どうもヒロです。何どうした何じゃね、まだギリお前のターンやし。うせや、まだ俺これ。いやいややりきったけど。最近やったんですかそれは。やってません。やってないんかい。やって面白かったんかなと思うやん。いや、家ではやってないよ。どこでやってんねんお前じゃあ。家でやれ。それは。何お前外でやってんねん。やっぱりさ、家のさ扇風機はやっぱその落ち着く時にさ使うから。ああまあそうやな。チーっつってな。そうなんか遊ぶ時ってやっぱりさ、もっとアクティブな場所じゃないとあかんから、やっぱり家電コーナーとかでやるよね。どこでやってんねんお前。やばいぞお前。もう俺らも大人よ。怖いから。やばい、ちょっと怒られてない。ちっちゃい弟とかがおらんと成り立たんからその絵は。まあでも弟は一緒におったかもなその時。何歳やねんお前の弟。いや21。おっさん一人増えんだけやねんお前。あかんのか。売り2つやねんからお前。そんな似てんのマジ。似てるよ。わからんわ。思ったより似てるからね。ほんまに。いやちょっと前回ねつかみ忘れた分、今回は夏っぽいものを持ってきたかったから。そうやな、めっちゃ夏っぽかったよ。そうやろ。だからまだやっても面白いよって言いたかったよ俺は。あ、それを抱えて1週間過ごしてたんや。そう。俺ずっとそわそわしてた1週間。つかみ夏っぽいの用意しとかないと。でその緊張が出てちょっと怪しかったもんな。怪しかったいうのはお前ちょっと噛んだけど。ためにかけてたよな。やめろお前。1週間の思いがな、先行しちゃったよな。そう、ちょっと。それはあるよな。緊張するから。それはしゃあない。今日の前悪くない。だから前言いそびれたのがもう悪い。もうその時点で決まってたから今日その思いが溢れるのは。だってスタート俺うわやったもん。そんなラジオのスタートはない。急に「はい」ってやられてな、もう始まってないとおかしいもん。びっくりしてたから俺一人で。お前が全部開始のボタン押してんのに。どっちかというと俺やからびっくりすんの。何びっくりしてんねん自分でっていう。いいじゃないですか今日のつかみは。ありがとうございます。はい。でもさ、このさ、つかみってさ、やっぱ最初の1、2分で終わるやんか。まあつかみやからね。そう、割とな、まあ短めで終わるんやけど、この1、2分でブラウザバックをする人の割合が8割ぐらいあって。いやだから聞きに来てんのよ逆に言うと。俺のつかみをな。そうつかみを。いやいつもありがとうございます。だけがおる。もうおらんよだからもうおらんよ多分。あ、そうかもうありがとうございます。もうおらんから。だからお前来週もう頭に言えありがとうは。ありがとうございます。今週のつかみはこちら。めっちゃ寂しいほんまに。このつかみだけ聞いてってくれるのいいけど寂しい。まあだからつかみの後一旦その一段落してっていうこの間があかんのちゃう。最近のドーパミン対策としては真逆やから、ね。確かにな。一区切り。いやでもラジオにドーパミン求めるなって話やけどな。まあ確かにドパガキはこうへんかポッドキャストに。ほんまやで、こんな画面動かんラジオこうへんから YouTube も。そうか。じゃあドパガキじゃない人たちがきっちり2分で変えられてるということで。よりその対策が必要なんじゃないちゃんと考えなあかんかった。すいません。まあ確かにな、毎週始まってから思うよな。つかみの後特に喋ることはないんやな。いや、そうやね。別に何も用意してないからさ、こっちは。いや、これ悪いのがやっぱり、お前と喋りすぎてる。何回言うねん、お前。それ何回言うねん。正直芸能人のなんか、オールナイトニッポンみたいな感じで、そのコンビで会う時間を減らすというか、そのオールナイトニッポンで1週間ぶりに会うぐらいの気持ちの方が。いやでもさ、俺ら喋る頻度さ、まあ別に1週間に2、3回とかじゃない？
まあそうやけど、じゃあ、こそうやろのラジオの直前、前日どんだけ喋ってんねん、お前。前日もやし、録音開始の2時間ぐらいずっと喋ってんねんから。お前今日、昼も喋ってんねんから、お前。そらないて。何回よしか。だってこれがなかったまあら、俺がコンビニでタバコ買った時に毎回2個ついてくるっていう話もできんねんから、新鮮な感じで。でも俺お前に言ってもうてるから、もうなんもうだからかあえて新鮮味ないもんな言うこともないのよ。俺らが悪いんか、これ。俺らが悪いね、これ。そっか。喋ることないとは言わせないぐらい喋ってはいるのよ。でもな、関係ない時に。俺な、しっかりと、ポッドキャストについての本を読んだんですよ、最近。おう。なんかね、会話術みたいなこと。いや、違う、マジで、ポッドキャストについて。あり方コンテンツとしての。なんか、これから日本にポッドキャストが流行っていくっていう、ちゃんとなんでそうなっていくかの理由とかを、プロのポッドキャスターの人がおって、プロッドキャスター来た。ポッドキャスターがおって、その人が、なんと今年の頭に出版された本をたまたま見つけて、ちょっと買って読んでみたんですよ。いいやん、いいやん。そしたらね、まあなんか、こう、面白いポッドキャストを作るには、こういう何パターンか枠組みがありますよみたいな話があって、そのうちの一つに、やっぱり喋りやすい人と喋るみたいな。盛り上がりが簡単にできるから、喋りやすい仲のいい人と喋りましょうみたいなのが一つにここの関係値まず大事やろうな。そう。まあでもそれの弱点としては、お前が今言った通り、あまりにも、二人の中で完結してしまう話が多いみたいな。終わりやんけ、このラジオ、お前。そう、だからそれの対策として、ありがたいね、プロはさすが。もちろんですよ、さすがプロですよ。でそれの対策として、マジで全然知らん人を、招待して3人で喋るみたいな。無理よ、人見知りやねんから。ここじゃ陰キャなんやから。だその前提が、そのプロもおかしいよ。前提が覆されてるもん。ポッドキャストやる人で陽キャなんておらん。なんか仲のいい人とやるからいいみたいな話だったのに、第三者来たら全然盛り上がられへんから、自然には。気使ってもやから、2人ともな。まあだんだんね、やっぱ話すことなくなってくるからっていう意味なんやろな、きっと。だからまあでもそれで言うと、俺ら別に話すことなんてもう10年前になくなってるはずやから。こすり続けてない俺ら。そっから10年何度かやってきてるわけやから、ポッドキャスト関係なくな。喋ることは別に困ってはないはずなのよ。そうよ。問題は俺ら10年間過去のものをこすってるだけやから、新しいものをやっぱりこのポッドキャストで届けようと思うと難しいよな。いや、そうね。まあだから、まあそれで言うとさ、なんかちょっと感覚変わったんじゃない？なんかポッドキャスト始めてからさ、ちょっとこれ今度話したいなーって思う瞬間ない？ある。なんか感情が動いた時とか、なんかあった時な。そう。やっぱそういうところで、やっぱちょっとなんか変わってきてるよね。確かに変わってきてんねんけど、全部忘れんのよ、ここに来たらもう。なんかあったわ、今週も。喋ろう思ったこと。もう何も覚えてへんねんから。メモれよ、お前。メモってくれ、頼むから。いや、その時は絶対覚えてるって思ってんの、俺は。こんなおもろい話なんやからって。もう何も覚えてへん。もう1ミリも。が1ミリ思い出せば逆に多分全部思い出せんねんけど。お前が一番ドーパミン出してない？難しいよ、俺。逆にあんの？今の話で言うと。何その話したい内容？そう。1ミリもないよ。ないのお前。俺より悪いやん。俺はあったけど忘れてんだけで。お前はないんや。いや、だから俺、ポッドキャストの本の話してますやん、今。何言ってんの、お兄さん。ごめん。お前、急に見つけたみたいな感じで。切れ方がもう。危ない。俺が悪者になるとこやった。危ねえ。確かに、今喋ってくれたか、お前は。そうやろ？最近 SNS も始めたじゃないですか。Twitter、X とインスタと。そこで、お前、ポッドキャストの人をフォローすなよって俺に突っ込んできた、その人が、
この本の出版あ、社の。著者そう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 。野村ちょっと貴文さん。 X のあり方もちょっとまあ知らんけどさ、その方は。ガチ X むずい。ポッドキャスト界のヒカキンみたいなこと。そのパイオニアなん規模がでかすぎてちょっとわからんけどまあでもなんかポッドキャストといえばこの人みたいな感じっぽいで、その人は何喋ってんの？なんかね、いろいろもうポッドキャストのその会社を設立されてて、はいはい。もう自分で始めたのが結構もう昔やねんけど、うん。その自分一人でやってたのは毎朝何時やったかな、7時か8時に配信始めて、その日のニュースみたいなのを朝6時からまとめて8時に配信みたいなのをやってこられて。まあだからなんかそのなんかちゃんとニーズに応えてる感があるよな、そういうのは。俺らどこに応えたらええのっていうとこよ。俺らのニーズはどこ？俺らのモチベだけで言うと別にいつも通りお前と喋ってるだけでいいのよ、俺は。まあ楽しいもんな。そう。なんかオードリーみたいになってきた。で、俺らは謎に俺らの会話多分おもろいっていうところからどうせなら流そうっていうだけやから。いや、おもろいから。おもろいよ。もったいないからね。いや、それこんなおもろいのにな。誰かに聞いてもらわれへんかったら。俺ら今10分ぐらい滑り続けてんじゃん。あ、やめろやめろ、お前。これ。でもお前、これあれやで、YouTube で80回も再生されてるからな、俺で。でも、大体半分以上がお前のつかみで消えていくんやろ？そうそう、ほんまにそう。だから、つかみ最後にしやん、今度から。それ使う、じゃあそれは何？最後につかもうぜ、お前なんかを。ドラゴンボールか、お前。もったいないや、最初にピークを持ってきちゃってるわけやから。確かにな、確かに。今日のつかみなんやろうっていう。そうそう。そのつかみ来るよ来るよみたいな感じでずっと行って最後にやっとつかまないと。だから最後って言い切るのもよくないんじゃない？だからこの番組のどこかでつかみが挟まりますみたいな。そうやねそうやね。俺らずっとクライマックスを迎えてずっとエピローグみたいな残り時間過ごして思ってるの多分リスナーの人からしたら。まあもう見る人は見るしみたいなもんになっちゃってるから。なんかもう分からんようになってきた俺。もうどうしたらいいのこれ。だから今度一回さお前がつかみ続ける1時間配信やろうや。いやお前めっちゃ俺の負担100やんけお前。ひたすらつかみ続けるお前が。コーナー紹介もないし劇場版 BGM も俺が流すしお前喋らんねやろ。ひたすら俺ずっと挨拶だけするから挨拶はいるんや。つかみ総集編とか出せよそれ YouTube で。なんで一回のなんでや俺しんどすぎ殺す気か。でもそのデータから見たらそうよ。それが大事よな。確かにな。最初の2分でみんな抜けていくんやから。抜けられてないねん残りの俺らの会話は。抜けるな2分で。みんな聞け。最後まで2分は聞いてくれてんねんみんなな。みんな最後まで聞け。じゃあほんで俺らポッドキャストの外でどうでもいいなんかおもろい話ずっとしてポッドキャスト始まったらポッドキャストをどうするかの話ばっかりすんのもよくないよこれ。逆やから絶対。どこで喋ってんねん。こいつらマジで下手くそすぎ。もう何もできやん。こいつらには何もできやんよ。絶対逆やから。どうですか野村さんどうですか僕たち。野村さんちょっと本当に添削お願いします。助けてください。お待ちしております野村さん。クソ失礼。クソ失礼やこいつら。野村さんにかかってます。お願いします。お願いします。僕たちが続けれるかどうかは。見捨てないでください。野村チルドレンとして僕ら頑張ってますんで。なんか急にうさんくさい。野村さん、本当に。いつも楽しい配信ありがとうございます。ありがとうございます。お前今日初めてやんな、あれ？いや、もうそんなことない。野村さんは存じ上げております。もちろんな。毎朝ニュースをね、やっておられる方ですよね。
今はやめてるんじゃないかな。今はやめてるよ。それは分かってもちろん。今はやめてるよ。出されていた方やね。分かってますよ。野村さんですよね。下の名前何でしたっけ？高文さんね。高文さん。そうです。高文。ちょっと読み方が分からんくてね、漢字は分かってたんです。野村さんの話いいよ、もう。野村さんこするな。ゲストの中で一番人気なのが野村さんなんやとしたら、野村さんの話したらみんな分かるやん。確かに。野村さんの話をずっとし続ける。いや、野村さんちょっとお願いしますよ、本当にね。だからギュッとしたら野村さんで掴み続ける配信とかがいいんちゃう、お前が。ギュッとしすぎよ。それ誰を目標としたそれ。何わからなすぎて俺噛み続けたで、今。うわ、いいやん。お前野村さんの話こんだけしたから野村さんのショート作って野村さんに届けよう。確かに。頑張って。俺たち頑張りたいんですよ。いや、そう楽しくやらせてもらってます、ポッドキャスト。いや、ほんまに。まあ、出会ったのは野村さんのおかげじゃないんやけど。いや、それ言わなくていいよ。違う部分は。野村さんのおかげでのところを言っていけばいいんやから。あ、そうやな、ごめんごめん。うん。大間違いした。大間違いよ。じゃないで言うていくことあんまないから。俺でも本読むわ、じゃあその本。読んでほしい、ぜひ。なんかね、ちょっとね、熱が入るわ、俺、これ読んだら。あ、やる気出る？うん。この話、またなんかこの、ポッドキャストの運用についての話になるから、次行くかもな。だから次行きましょう。もうじゃあもう早速、掴んでもろて。次のつかみ行くの俺これ。俺つかみ1個考えるのに1週間かかるけどいい？だから噛むねんだお前。満振りで行こうとするから。でも求められてるやもんな。俺は何も言えないわ。そうよ。求められてるもんな。むしろこれしか求められてない。だから寂しい。じゃあ、コーナーに行きましょうか。逃げのね。下手くそすぎる、こいつら。俺のターンですか、今。いや、お前のターンです。あ、なんか BGM かかった。ということで、今週はプレゼンコーナーでございます。イエーイ。このコーナーは2人のうちのどちらかがプレゼンターとして自分の今ハマっているものとか趣味、独自のルーティンなどをプレゼンします。そしてそのプレゼンを聞いたもう一人の聞き手がそれを自分もやってみるかどうかっていうのを判定して採用不採用を最後に決めてもらうというコーナーです。BGM の尺間違ってないこれ。なんか前も思ってんけどこれめっ無理ちゃやからおもろいやん。お前の BGM の尺で説明すんの。しかもランダムに始められてな。ほんまに。で絶対お前のターンやったやん。めっちゃおもろいマジで。お前の BGM 待ちやったもん俺は。いや、俺もうこの BGM から変えへんからもうずっとこれでいくよ。俺がほぼ無の中で喋り続ける時間あるって。不安になるって。ちょっと文章ギュッとしとくわ俺。俺これが好きやからこれから変えへん。いやなんか急にソロになんねんて。楽しいマジで。ポッドキャスト始めてよかった。どこでお前。はい、ということで、はい、今日のプレゼンターは僕です。イエーイ。今日何を紹介されるんやろ、これ俺。まあ題材は決まってるんですけど、うん。どっちでもいいなと思ってて。2択で、ちょっとはい一旦言ってみるわ。どっちも？まあタイトルをね、結局同じことやから片方喋ったらもう片方出てこないから今後。何やろ。今回は、僕の推しキャラプレゼン。おお、なるほど。なるほど。はい、というところで、パッと出てきたのがいろいろいんねんけど、そのパッて出たのはね、やっぱり、コナンの愛ちゃん。これはね、もう一番人生最初の推しキャラなんで、やっぱり不動。人生最初の推しキャラでだって今も好きやもんな。ファーストフェイバリットキャラクター。
素晴らしい、略してまだ好きっていうのが。FFC。大悟のパチモンみたいなの逆やしかも。いや後から略すタイプや。何のワクワクも生まれへん、こっちに。めっちゃ下手くそや。っていうのもありながら、ああ、はい。一方、まあ、おもう一人ね前もその話せるものでっていうと、エヴァンゲリオンなんですよ。ああ、はいはいはい。でもお前どっち推しやったかちょっとはっきり覚えてないねんけど、俺は、うん。ここはアスカ推しなんですね。ああ、はいはい。まあなんでかでも、まあ愛ちゃんとまあ似てるはするよな。まあそう、でも声優つながりでいくと綾波レイやねんけど、まあまあそうやな。まあでも俺はアスカなんですよ。おお。でもまあ愛ちゃんとアスカって、まあ、最近の愛ちゃんちょっと元気やけど、元で言うとほらミステリアスでちょっとクールで影のある愛ちゃんと、うん。割と明るいそんなイメージアスカみたいなうん。感じやけど、でも俺からしたら共通点というかがあるわけよ、しっかり。おお。いや、だって俺はさ、エヴァンゲリオンは、うん。まあ一回見てるからさ、まあちょっとはわかるわけやんか。はい。でもコナンはマジで、なんかその暇な日に、マジで何もすることない、その夕方、子供の頃。うん何もすることねえな、今日この夕方、なんやろうってテレビ適当に回したらコナンがやってて、あ、愛ちゃんってこいつか、ぐらいのはい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 。印象なのよ。はい。それは教えていただけるんですか、まあその良さっていうのは。最近の愛ちゃんは、ちょっと性格は変わってきてる。あ、そうなんや。ただまあ良さはね、しっかりあるんで、うんうんうん。ちょっとね、見にくくなってるけど、感じにくいけどね。ちょっと表面上は分からんくなってきてるかもしらん。もしかしたら俺、愛ちゃん好きになったの幼稚園の時やねんけど、幼稚園の時の俺が今の愛ちゃんを見て気づけるかどうかはちょっと分からん。ああ、はい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 。まあ、だからなんか、俺目線からしたらその愛ちゃんも、なんか、ようさん笑うようになって、みたいな気持ちで見てるから、最近は。ああ、なんか確かに、そのなんか親の気持ちになってくる、だんだん。いや、そう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 ん。う。でもまあ、やっぱり大事な、それこそ、ちょっと前の映画とかやったら、しっかり出てきてくれるから、うん。たまらんわけなんですけど、まず、まあ、愛ちゃんに限ったことでもない、アスカもそうやねんけど、アスカと綾波レイやったら、パッと見のさ、最初の印象で言うと、なんか気持ちのわからん感じとかミステリアスさは、なんかレイの方がありそうやん。そやな、結構ミステリアスな印象ですね。じゃないですか。うん。っていう意味では、まあ最初確かにレイも良かったのかもしれん。もう覚えてないけど。うん。まあちょっとまあ大前提あれね、レイも好きなんやけど、はいはいはい。アスカのとこに特にっていうので言うと、シンジのことがまず好きやとうん。いう時に、言いたいことはちゃんと言うし、ずっと強いやんか。アスカも、シンジに対して。確かにな。なんかその、自分の気持ちはちゃんと言うし、で、一見、その、裏がないように感じるやん。シンジからしても。思いは全部伝えてくれるし、思ってること言ってくれるし、みたいな。ド直球やもんな。でも、絶対、そんなことないやん。内心思ってることもあるわけやん。そやな。で、レイはどうかっていうと、内心思ってることを全部は全然言ってこうへんけど、でもだからこそ、今どう思ってんのかなってなるし、で、態度にちょっと出るやん。うん。ってなると、その逆に裏の部分の存在がなんかすごい明確で輪郭を持ってしまうわけ。ああ、はいはいはい。でも、アスカってでも、あパッて言うからこそ、絶対に人間にあるはずの裏の部分が全然感じられへんくて、ー見こっえにくいな。ちがすごい気になるのよ。で結局、ミステリアスなのってアスカなんじゃないかって俺は思ってんの。おすごいね、お前その解釈。すごい。俺からしたらね。うん。恋愛相手で考えた時よ。で、アスカはでも、なんやろな、俺、新エヴァのアスカとかもめっちゃ好きでさ、うん。新エヴァもシンジのことが好きじゃないやんか。うん。やねんけど、恋愛対象じゃないねんけど、でも、そうずっとさ、シンジが、もうダメだみたいになってのに対して、もうご飯食えっつってやったりとか、ずっとシンジが出かけたのを後ろから見守ってたりさ、うん。
すごい愛を感じる包容力があるのよ、意外と。ああ、確かにな。ちょっで、とお母さんっぽい。愛ちゃんがしっかりしててるから、で、アスカの、でも愛ちゃんでも、その表面でしっかりやってくれるのに、もうシンプルに裏を全く気にせず、それに乗っかって進んでも表面上全然うまくいくのよ。うん。で、アスカの言ってる、こう言ってる、で、それを受け止めて、で、裏は全然気にせずやっていっても、アスカは、なんか察してよってならないわけやんか。うん。っていうのをずっとやってくれる方が、裏を、なんかすごい見たくなるし、実はこう思ってんねやろって、なんかやってあげたくもなる。はい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 。で、逆に言うと、レイはなんかそれを求められてる感じがちょっとして、最初から。求められてる感じ。そう、察してねっていう感じがするやあ、まあ、レイがそう思ってるかどうかは別として、まあ、そういう雰囲気ん。があるよねっていうね。そう。うん。言えないっていうのはわかるから、やってあげないとってなるやん。うん。じゃなくて、そんなんいりませんよみたいな顔しててくれた方が気にしちゃうというか。っはい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 。ていうところでね、なんかね、いいんですよね。お前、エロいな、お前。いや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 、もう感想間違ってるぞ、お前。エロいで、愛な。ちゃんもそうなのよ。まあちょっと、愛ちゃんちょっと登場の最初と最後とか今でちょっとちゃうねんけど、ちゃうから喋んのむずいねんけど、最初はちょっと綾波寄りのところもあって、私はいいからみたいな。なんならあなんか、自分は死のうとしてる時期もあったりとかすんのよ。あ。あ、そうなん、そんなネタバレでも感じなの。なんでもなく、もうなんか、もうみんな分かってることやからあれやけど、愛ちゃんはもともと黒ずくめの組織のう科学者やっん。たのね。有名ですね。で、まあ、コナンはコナンで黒ずくめの組織になんかちょっと追いかけてみたら、逆にやられてちっちゃくされたわけやんか。でうん。黒ずくめの組織っていうのはなんか、すごいコミカルな感じでネタにされてるところもあるけど、一応あの世界では強い組織なのよ。危ないの。っうん。まあまあ。ていう中で、愛ちゃんが最初コナンに近づいて、行ったはいいものの、仲良くなっちゃって、で、その少年探偵団とかもおりゃ、あゆみちゃんとか源太光彦もおるわ。うん。で、なんかよくしてもらってるうちに、私がここにいたら、この子らまで巻き込んじゃうみたいになって、で私は嫌だっつって、もう、なんか死んだ方がいいみたいなくらいにもなったりすんのよ。ああ、なるほどね。優しさからね。いや、そう。でもなんかそこで、なんかなんやろな、いや、私なんて死んだ方がいいからみたいな感じじゃなくて、もう自分の中で決めてることのように淡々と死のうとしたりすんのよ。ああ、そんななんか、冷たい感じなんや。そう。とかっていうなんかその弱さ見せてくれへんなみたいなところも良かったね、最初は。これを小学生、違う、幼稚園から思ってたん、こいつ。いや、そうやね。よかったマね。セガキすぎ。で、幼稚園の時からしたら、そのちっちゃくなった愛ちゃんも小1やねんけど、お姉さんなのよ。そやんな。で、で、自分からしたらまだなんやろな、年が離れすぎてない、ワンチャンあるお姉さんなのね。幼稚園児の俺からしても。ラン姉ちゃんとかちょっともう大人やから、幼稚園の俺からしたら。幼稚園児のお前がただ、ワンチャンあるとか思うな。愛ちゃんはまだワンチャンあるのよ、俺からしても。そんなこと思うな。手の届くかもしれない年齢差なのよ。マセガキすぎるやろ。子供やから、グリは。お前、ランお前姉ちゃんそのちょっと大人です。やばいこいつマジで。俺隣でお前口開けてアホみたいに笑ってただけやのに。どうしてくれんねん、俺を。っていうところで、愛ちゃんのね、大人さ、まず、まあ、幼稚園の俺はそこが満足に良かったんやけど、ああ、なるほどね。なんやかんやね、そうなのよね。なんか、本当に弱さが見えないというか、別にパッて隠そう見せてくれともしたてない弱さも、し。なんか全然軽めの弱さしか見せてくれへんくて、お前それ全部じゃないやろって思っちゃうみたいな感じが、はい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 。なんかいいんですよ。そのちょっとのわずかばかりの察して感も感じないというか、お前エロいな、お前。そう、エロいんですよ。なかなか思わんけどな、がいい幼稚園児で。なるほどね。でも結構さ、やっぱコナンってさ、もう長いから、お前も今はい言ってたけど変わってるんやろ。変わってるね。もう愛ちゃんもすっかりもうみんなに馴染んで楽しそうにやっそれもてますわ。みんなに迷惑をかけたくないみたいな。うん。だから私はいない方がいいみたいなんじゃなくて、
みんなといるのが楽しいから、一緒にいて、でもちゃんと責任として守ってあげるみたいな感じ。守ってあげるし、何より、その、コナンのことも信頼してんのよ。だから、コナンが、だから私のこと守ってくれるんでしょみたいなのを、ほんまにその信じてくれてるというか。へえ。愛ちゃんは科学者、薬作った人なんやっけ？そう、コナンをちっちゃくした薬を作った人。ちょっとなんかさ、全然趣旨が違ってくるんやけどさ、そもそもその薬ってなんで作られたん？それはネタバレ？いや、まあ別にネタバレじゃ最初の方にもうやから、まあもういいと思うねんけど。そうなんや。まあ一応コナン今から追っかけてますみたいな人がいたらちょっとあれやかもしれんけど。まあもういいかなっていうところで言うと、最初はね、その証拠が残らない人を殺す薬を作ってたの。その小さくそれを飲ましてから？せて小さくしようとは思ってなくて、ただただ殺す薬を作ってた人を、はいはいはい。でそれを飲ませたらその死体を調べても毒薬の証拠が出ないみたいな。からもうその捕まることなく危ないことなく人を殺す薬として愛ちゃんは作っててんけど、でそれをなんかちょうど試してたのね。モルモットとかにもやったりして、で死んで体から残りませんみたいなのがあった中で、あるモルモットだけはちっちゃくなったりしてたのよ。っていうのは分かってて、でいろいろ他のその黒ずくめからしても厄介な相手とかに飲ませたりしてんの。の中で新一、コナンはちょうどその検証の実機に黒ずくめ追いかけちゃって、で黒ずくめはもうこいつにはあれ飲ませてみろみたいな感じで、証拠もで残らん飲ませし、そうあれであれを使おうっつってあれでやろうっつって、でそのウォッカがね「ヘイ」とか言って飲ませるわけよ。出た。やるわけよ。いいよにかって。あれを使うんですかとか言いながら、そうだとかってなんかやるわけよ。もうウォッカも声優変わっちゃって。死んだと、黒ずくめは思ってんねんけど、コナンは実はその例外のちっちゃくなるに当てはまって、で、そう、愛ちゃん以外はね、ちっちゃくなること知らんのよ。基本。そうなん？その症例に気づいてないの。もうじゃあもう完全に死んだって思ってたんや、ほんまに。そう、死んだって思ってんの。だからコナンは、黒ずくめ目線、工藤新一は死んだ。やったけど、コナンはその例外のちっちゃくなるっていうのになったから、助かって、かつ黒ずくめから知ったら死んだと思ってるコナンやから、逆に言うとコナンが生きてるってバレたらもう一回危ないかもしれんみたいな。だからコナンは新一じゃなくてあくまで別人のコナンとして蘭姉ちゃんとかのところにいるのよ。なるほどね。なんか分かってきたわ。で一応工藤新一がまだ生きてるっていうのがバレたらあかんっていう設定はちゃんとあんのよ今も。蘭姉ちゃんたちも危なくするからみたいな。自分もそうやし、もう一回狙われちゃう。結構バレてそうな印象やけどな。だから映画の冒頭の「俺は高校生なんだよ工藤新一のやつ」をよく聞いてたらなんか言ってんのよ。バレないようにみたいな。そう、正体がバレたらまた蘭姉ちゃんたちに危害が及んでしまうみたいなこと言ってんのよ。一応。言うてるかも。俺は大型なんで工藤新一の言うてるかも。そう、キーバタン。お前閉じるなだから。ごめん。閉じるな。ごめん。ちょっとやかましい。自己紹介してたやろ今。いやちょっとコナンおもろい話になりそうで嫌やな。コナンの漫画のネタバレってどこまで言ったらあかんのこれ。ちょっと分かれへんけど、まあ確かに昔はいいけどみたいな大雑把ながあるやんか。いやよくわかまじい。ちょっと最近のコナンもおもろいんやけどな。コナンは完結するネタバレありっていうことにしたら言っていいこれ。まあ俺はいいよ。俺はいい。みんなが OK してくれるかどうかはちょっとわからんけど、俺はいいよ。まあじゃあちょっとやめよう。じゃあ先に好きな女のキャラの話でとどめとくかこれは。せやなちょっと戻るか。なるほどね。お前なんかあれやんな、ミステリアス系。だからお前はコナンや。俺は謎を解きたいのよ。そういうことやな。表面上強くて自分がいなくてもなんか凛としてるやつが好きなの。なんか私いけますけど、綾波とかはなんかマジで恋してるアイディアとしてねお互い。これ前提ずっときしょいんですけど、一旦行くと綾波は俺がいないとやっていけなさそうなのよなんか。守ってあげたくなるようなみたいなね。そう。綾波多分ねどこも行かないのよあれ。ずっとそばにいてくれんの。
確かになんかそのどっかに行くみたいな考え方もあんまなさそそうなさそうやし、多分俺がいないとあかんタイプやん。う。うん。でもね、愛ちゃん、まあ、愛ちゃんだいぶコナンのこと好きやし、アスカも、まあ、当時のシンジ好きな時はちゃんと好きなんはもちろんやねんけど、男目線、やっぱりなんか、フラッとどっか行っても全然おかしくないとか、なんか自分がいなくてもまあ確かにやって成りきそうな立つ感感じはある。じが、そう、そこがね、なんかやっぱりちょっともどかしくていいのよね。なるほどね。いやなんか俺はでもやっぱりそのなんか守ってあげたくなる、まあなんかちょっと普通に男っぽい感じやけど、うん。守ってあげたくなる感じの方が惹かれるからな。なんかそのミステリアスみたいな。いや、なんか難しい。あれなんよな。ひねくれてるからさ、守ってあげなたくなるようなのを演じられると、守りたくなくなるのよな、ちょっと。まあ逆にその、演じられるほんまに、とまいや、私大丈夫だからみたいな、もうそれすらちゃうやん。もう私大丈夫だからは大丈夫じゃない街やんか。じゃなくあ、て、ほんまにもうそんなことも何も触れずに、大丈夫そうなやつを守ってあげたい、俺は。難しいな。なんかなんか守ってあげたくなるっていうよりは、なんか気づいたら面倒見てるみたいな感じかな。ああ、はいはいはいもうはいはい。なんか、どうしようもないから、もうじゃあまあ、話聞くかとか、珍しい。どうした話聞こうかじゃなくて、どうしようねえからしょうがない話聞いてるから話聞くか。か。つってパンツ下ろしてんの、お前。そう、ポロンっ気色つって。悪いや、お前。話聞くかとかさ、なんかどっか飯食いに行くとか、遊び行くまあ、とか。確かにな、お前なんかそのイメージがあるわ。もうこれリアルな話。リアルのお前の話。何推しキャラとかじゃなくて、リアルのお前の恋愛話としても、そうやんな。なんか、もちろんお前もその相手のこと好きなんやろうけど、なんかもはや情に縛られて、その離れることもできなくなってるというか、もう今更見捨てることもできないとこまでなんか、うまいことやられてる感じあるよな。なんでお前そんな知ってんねん。なんでそんなわかんねん、お前。知らんけどさ、やめろよ。そういうイメージがある。何も間違ってないわ、お前。いや、そうなんよな。なんか、まあ別にそれが嫌とか悪いことやとは思ってないんやけど、やっぱどうしても面倒見ちゃうから、なんか結果的にその、頼ってくれる人のことを気になっちゃうみたいな方向には言ってるかもな。だからあ俺はんまりこっ根本追っちに、かけたいよな、多分な。それが俺体力ないそれ。むずい。むずないだって追いかけるってさ、なんか自分からなってアピールしていかなあかんやん。ゲームで言うと、うん。お前のやつは俺からしたら、いや、違うな。まあなんかどっから見るかによるけど、もうボスの扉ガタン開けたら、もうボス死んでるみたいなもんなのよ。え攻略済み。攻略したい俺は。攻略済みやからおもんないよっていう話。なんかもういけるやん。で、それたまたま自分ももともとめっちゃ好きで、行ってみたら、なんか実は私もめっちゃ好きやったみたいなんやったら全然いいのよ。納得はする？まあなんかもうしゃあない。好きな相手が好きって言ってくれてんねんから、もうちょっとなんうん。かチート使った感はあるけど、まあまあまあ、なんかまあ、ええかってなるけど、うん。やっぱりなんやろうな、自分のものじゃない第三者目線から見るその女子がすごい輝いて見えるから、俺は。特に最初。あで、その顔をまず十分インプットしたいのよ。そっからの視点を。あ。マジこいつ激エロです。横に来てくれた時の喜び。はい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 。あ、それでも俺一回あるかも、それ。マジ誰よ。一回あるかも。誰よやめろ、お前。誰の時や、お前、誰よやめろ。それ。誰の時や、それ。いや、高校の時に一回やって、ああ、なんかさ、本当かよ。結構そのなんか静かなタイプの子で、うん。あんまりその、まあ、素を見せへんかった子やってんけど、はい。はい、最高やん。その同じ部活の女の子友達には、なんかすごい笑ってて、まあ別にあ、教室のはいはいはい。中でもね、すごいニコニコしてて、それうん。をパッて見て、うん、めっちゃそんな顔するんやと思お前って、最高やんけ、それ。それやがな。そんな顔するんや、めっちゃ可愛いやんと思った記憶はあるっていうか、今も思うけどめっちゃ可愛かった、あれは。お前。
何お前、俺がずっと小1の愛ちゃんに興奮してるのをお前聞いといて、お前それはないやろ。興奮って言うな。ずっと。興奮やめろ、お前。なあ。おい、健全アスカも言うて年齢あれやぞ。中学生よ、あれ。いや、お前、幼稚園の頃のな。いやあれやからそう別に健全ですわ。いや、健全か全然今も好きやねんよな。ただ今やっぱな、ちょっと映画もやってただけあって、ちょっと千早さんもいいよな。わからん人出てきた、おう前。ん。誰や、千早。お前、バイクに乗ってたあの人か。そうそうそう。はい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 。あれもいいよ。ちゃんとなんか恋愛トークみたいやん。お前の。いや、なんか気に食わんけどね。なんかお前が全部持っていったというか、俺だけ気象なってない、これ今。なんか俺、いい感じのエピソード話しただけ。いや、あれはマジ可愛かったね。衝撃やったもんね、最初見たとき。そんな顔すんのと思って。だからそのなんか、まだ自分のものにできてなくて、かつ誰かに取られるかもみたいなその要素がやっぱり、なんか多少のひりつきが欲しいよな、俺ずっと。ひりつきおう、うんまあ、ちょっと難易度高い方がね。だからお前年上好きやもんな。そう。それはマジ年上だってめっちゃ、だってさ、俺らの知らんこともさ、年上は経験してるわけやからさ。いやそうよ。もうだって、愛ちゃんなんて、まあ見た目はさ、その縮んでるからあれやとして、もうあんなだってザ大人の女性みたいなのさ、もう落とせる自信なんかもう、ゼロ無でも、愛ちゃん、年齢的には高校生やね。愛ちゃんって高校生な愛ちゃんな、コナンも高校生やんか。うん。のお似合いの年齢なのよ。そうな18ん歳やで、愛ちゃんって。それで科学者やって薬作ったんそうよ。天才やで。化け物やん。そうなんそうなんですよ。新一はね、17歳なんですけど、まあ1個差やね。あ、じゃあ1個先輩なんや。しかもめっちゃいいよな。新一と、まあ、コナンと愛ちゃんカップルやとしても愛ちゃんの方が年上っていう良さあるよね。確かに。それいいかも、めっちゃ。だって、新一がなんか愛ちゃんにそのなんかちょっと遊ばれてる感じ、興奮するもんな。めっちゃいいもんな。ようこそ。バターン。開きました扉。よかった。ようこそ。認めてくれた。ラン姉ちゃんとかもう今、まあ、この年齢になるとさ、もう高校生が普通に可愛いねってなるけど、うん。そのための感覚で見ると、やっぱどうしても愛ちゃんの方に惹かれてたね、俺高校生の時も。あなんかラン姉ちゃんほら甘えてくる感じがあるやん。あ。そうやね。まあ、女の子もう何もせんでも。も。てかまあもともとなんかほぼ恋愛関係みたいな状態やったから、ほぼ彼女みたいな感じではあるから、ちょっと条件があれやけど。いやなんかそれも単純に可愛いねんけど、生き物としてはめっちゃ。俺ラン姉ちゃんもめっちゃ好きやけど、自分やったらっていうところでいくと、やっぱ愛ちゃんが甘えてきてくれる方が嬉しいなって思う、正直。なるほどね。いいですね。なんか、ちょっとさ、その愛ちゃんの部分だけ切り取ったコナン集ない絶対あるやろ。あるんかよ。いや、愛ちゃんはいいよ。素晴らしいいいな、愛ちゃんよ。なんか見たなるわ。でも結局コナンはね、もうラン一途っていうところがね、またいいのよね。やっぱそうやんな。なんかずっとう、んなんかもうさっさとつけようと思うけどね、もう。なんか、何をそんななんか散らしてくん意味が分かれへんぐらいに。とあいつは、ラーンって言ってるもんな。ずっと言ってる。ラうん。ーンテレほんまに。テレって、おな候補生担当ことっすね。ブエーバラン危ない危ない。皆さんこれで安全ですから。俺、牢屋に閉じ込められたかうるさいぞ、重そうやった88もん番。な。88番や。でもなんか俺より罪ある人多くない ?88 人もんの。そんなもんのここ。何してんお前ら。いいですね。ちょっと見たなるな。でもそれだけで見たなるわ、コナン。まあ俺正直だいぶ愛ちゃんだけのモチベで見てる時期いっぱいあったしな。あ、そうなんや。なんかその謎解きがおもろいとかっていう要素はさ、ないの。うん。いやまあ正直おもんない回たまにあるし。
なんかもうそうなんや。全部安上がりな回とかたまにある。もう分かりきってるみたいな感じ。もうそうアニメオリジナルとかでも。そんなんあんの？なんかちゃんとそのストーリーの核に触れてくる回もあんねんけど、うん。やっぱりそのどうしてもそのね原作とのそのつなぎというか原作待ちなのか何なのか分かんないけど、一旦ちょっとよそでチャー濁す回もいっぱいあるから。まあしょうがないよな。あんだけ長作長いそうそうそう話になってきたらな。コナンってだってあれじゃない？ワンピースより長くない？なんなら。うわそうなんかな。俺ワンピースが分からん。そうやと思うで。ワンチャンこち亀にも勝ってる。コナンはね30周年ぐらいよ。こっち亀には勝ってない絶対。でも結構以前言ってない？なんかこち亀あれ何年？こっち50年ぐらい亀もっと古いやろ。めっちゃ古いやろ。めっちゃ古い。多分コナン30年やから多分1996くらい 5, とか6ぐらい。案外そんなもんか。いやこっち亀おい20年も先輩や。ほら50年ほら。こっち亀大先輩や。ほらワンピースの27年やで。え27年？うん。テレビアニメ、漫画の連載が27 97年。あ漫画がじゃあ29コナ年。ンじゃあコナンの方が先輩や。そうやんな。そうやと思ったわ。コナンの方が古いイメージあるもん。マジ、めっちゃ長い。もうだから、見るの大変よ、あれ。ほんまに。いや見るの大変やね。まあ正直調べたら出てくるの重要回みたいなんで調べたら言いますね。それこそさほら赤井さんとか安室さんとか出てくる回とかさ、うん、初めて出てくる回とかキャラの関係性が変わる回とかそういうのだけまとめてくれてるのもあるからまあそれでも長いけど、はいはいはい、そうやんな。結構大変やもん。それでも大変やけどまあまあまあおもろいね。俺が覚えてるのは映画で雪山のところで、うん、戦場カメラマンが出てきた。いやお前だから映画。クォーターええねんお前。沈黙のクォーターええねん。なんかコナンがいつものそのスケボーをスノボーにして山滑り落ちてなんか問題が解決した後に戦場カメラマンいやええねんお前。沈黙の15分それ陽一のことちゃうからお前。15サブ分タイトルあいつのことちゃうねん。びっくりしたもんだって。俺なんか知らんけどそれ映画館見に行った記憶あんねんな。あれだけ言った？そうあれだけだから多分渡辺陽一を見に行ったんやと思う俺は。採用。採用これ採用とかな一応あったやん。何が採用これ。採用不採用の判断できひんねんけど助けて。いやクォーターの俺の好きなシーンいいですか？まあ、好きなシーンというか正直愛ちゃん推しは全員知ってるシーンなんですけど、うん。雪山をねそのスノーボードで駆け下りるときに愛ちゃんと2人乗りで逃げてる時があるの。そのコナンがいつもの感じで乗ってて愛ちゃんが後ろでコナンに捕まりながら乗ってる時があんねんけど、の中でそのガーってなる時にコナンが愛ちゃんのことをグッて持つのね。うん。危ないから捕まれよみたいなことで、守ってあげて、まあそれだけでもめっちゃいいねんけど、ですか。で今までずっと愛ちゃんがただコナン君のそのバイクの2人乗りみたいな感じでグッて後ろから持ってたのをコナンが後ろから手回してグッて愛ちゃんを持ったら愛ちゃんがなんかガキが生意気なんじゃないっていうのよ。めっちゃいいんですよそれが。なんやこいつ。めっちゃいいんですよ。ガキが生意気なんじゃないっていうのがねめっちゃいいんですよ。なんやこいつ。なんかそこでそれを言ってくるあたりがやっぱありがたい。と言いながらもしっかり守られてる愛ちゃんっていうところがやっぱり採用ですこれは。とてもいいんですよ。やっぱね簡単にはイチャついてから分かりやすい甘ベタベタみたいなことはねもう全然供給してくれないんやけど。お前んち行ったらコナン見よう。映画で。ありがとうございます。これ終わり今日？終わり。終わりや。俺のプレゼンは終わり。終わりや。ありがとうございます。なんかワンピースじゃねえわ。コナンもね、あんま見るタイミングがよくわからんかったからね。これ
どうやって終わんのやったっけ？マジ終わり方わからんよ。今回なんどうやか。ってプレゼンってどうやって終わんねんたよこなんかさ、れ。ちゃんとコーナーしすぎるのよくないのこれ。よくないな、これな。よくないなコーナーしすぎんのやったらちゃんとエンディングも用意せな。そうやんな。バランスが合ってないわ、このずっと。もうむずいって。初めて、お前つかみまでしっかりしてて、そっからこのコーナーまでの間も曖昧やったし、コーナー行ったら行ったで出方わからんくなってるから。ちゃんとやるじゃあならちゃんとコーナー行きましょうとか言って。雑魚すぎる。マジ、誰がこのラジオ聞くねん。そらみんな2分で抜けていくわ。損切り早っ。お前、賢みんな。大正解やみんな。お前野村さんもこんなアドバイスのしがいがあるぞ。いや、でも今日のプレゼンの会話はなんかお前含めてよかったよ。そう俺の知らん話聞けたし。はい、よかったですと思います。我ながら、満足度高めで。はい、愛ちゃんとアスカをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。お前、錦鯉終わりだ、俺。もうこれが定型でいいんじゃないもう。こんにちははどうやってんの？こんばんはか。あれおはようございます。父さんだったお前。あの人の父さんは誰がわかんねえんだから。やめとけ。はい、こんばんは。誰がわかんねえお前。こんばんは。やめとけもう。これ以上人を増やすな。お前さ、このラジオで名前出た人からフォローしていってや。ツイッタいや、そうしてるよ。ー。どうしてんの？そうしてるよ。もちろんやん、その失礼に当たるから。きっしょ。あ、小島よしおフォローしとかないと。では、今日はこの辺でありがとうございました。